どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、前回アップしたダッチアクアリウム風水草ストック砂利水槽の動画は見ていただけたでしょうか。まだ見ていない方は概要欄の再生リストから見てやってください。ついに注水と外部フィルターの設置が完了したこの水槽。1週間目から若干雲行きの怪しさがにじみ出ているのですが、大丈夫なのでしょうか。それではいつものさらっとおさらいから。砂利を使って長期維持することが目標のこの水槽。立ち上げまでに大量の資金を投資して立ち上げを行いました。ショップや通販で手に入れた組織培養水草に加え、メルカリや水上栽培株も入れて、全体の6割部分を水草で埋めています。そこから外部フィルターをセットし、水を本格的に回し始めたところまでが前回までのお話です。いつものように外部フィルターはエンハイム2213のメインとサブ2機を使用しつつ、バクテリアが定着している露材を使用したので、ある程度最初は安定するかなと思っていたんですが、甘かったです。とりあえず1週間経過時点で枯れ始めた水草があり、前途多難な幕開けとなりました。そこから3日後の立ち上げ10日目の状態がこちら。水替え直後なので全体的に綺麗ですが、明らかに状態が悪いものがありますね。まずはベトナムゴマのハグサ。こちらは苔に覆われつつも元気です。ルドビジャ・レペンスルビンはこの中でも成長がとてつもなく、すでに水上用よりも水中用の方がしっかりしてきています。ただこのレペンスルビン、成長が早いのに比例して下葉の水上用が浮いてくるため、毎日水面の掃除が欠かせません。赤色はきれいに発色しだしたので、そこは満足ですね。隣のアルアナの夕焼けは、正直これ本当にアルアナの夕焼けなのかわからない見た目になっていますが、まだ水上用からの移行中なので判断できません。メルカリで信頼している出品者から購入はしましたが、こういう心配をしなければならないのが個人間取引の悲しいところですね。インディアンクラッスラはご覧の通り茶苔に襲われています。これでも結構綺麗にした方で、撮影前は見えなくなるレベルで茶苔一色でした。プロホースでできるだけ吸い取ったんですが、あまり強くしすぎると根っこから取れそうだったんで、控えめにした結果これくらい残ってます。そして隣のハイグロフィラ SP チャイ。完全に溶けましたね。正直3日前まで特に問題もなく、他の水草に比べて元気そうだったんで期待していたんですが、この3日で見るも無残な姿になってしまいました。やはり組織培養水草で難易度の高いやつは余計ハードモードですね。価格的にもこの一角で4000円以上するのでストレスがマッハ。まあ自分くらいになると水草溶かすのなんて日常すぎて感覚も麻痺してきてますけどね。後ろのロベリア・カーディナリスは順調で、隣で溶けた水草があるのにびくともしていません。それまた後ろのアラグアイやレッドロタラも水上用なだけあって初っ端からフルスロットルで成長しています。そしてその右手前のロタラ盆栽がまたひどいことになってます。根元から溶けていき、頭頂部はまだ綺麗なんですが完全に溶けました。記憶が正しければこの盆栽がチャイよりも先に溶け始めた気がします。とは言っても1日程度の違いなのでほぼ同時期ではありますが、もしかするとどちらかの溶けが伝播してこんな悲惨なことになっているのかもしれません。溶けた下にかろうじてくっついているまだ元気な頭頂部がゆらゆら揺れているのを見ると何とも言えない気持ちになりますね。その手前のヨーロピアンクローバーも怪しい感じがしています。直栽直後よりもボリュームが減っており、水面に浮かぶ葉も多くなってきました。その斜め奥が一番最初に速攻でダメになったロタラ・メキシカーナ・プレミアム・レッドです。実はあの時茶苔に覆われて真っ黒になっていたため、もうダメかと思いつつ、手でこすって汚れを落としたら購入当初の赤色が顔を覗かせてたんですよね。なのでとりあえずそのまま放置して様子を見ていたんですが、やはり状態は良くならなかったです。
さすがに高くて入手性の悪い水草なので、速攻で判断して捨てるわけにもいかず、10日目になってもこんな感じでそのままにしているんですが、もしかするとここら辺一帯の組織培養水草の時はここから始まっていたのかもしれません。やはり植栽間隔狭めにしていたのも良くなかったですね。隣の屋外水上ニューオランダプラントは特に変わりなし。そんな感じで手前半分以上は溶けており、なんかちょっと悲しいです。ただ数的には今のところ4から5種類くらいがダメになっただけなので、かすり傷と思っておきましょう。まあ金額で言えば1万近いですけどね。そして奥には何やら前回お見せした時にはなかった水草が植栽されています。これ実は他の水草ストック水槽から拝借したものなんです。それがこちらの水槽なんですが、未だに動画で一度も登場していない、ある意味レア水槽です。30センチキューブ水槽で立ち上げた水草ストック水槽なんですが、すでにジャングル化して大変なことになってるんですよね。撮影しようにもあまりにも水草がうっそうと茂りすぎて、水槽内が暗くなり反射がひどく、なかなか撮影ができません。おかげで水面はこの通りよどんで油膜が張っています。ただ水草を大量に植栽しているおかげか、不思議と苔は生えづらく、数日で壁面に苔が生えるのがデフォな自分の家の環境では珍しく、足し水のみで管理ができています。それは管理ができているのではなく、勝手に水草が成長しているだけではというのはチクチク言葉なんで禁止カードとさせていただきます。この水槽はヤマトヌマエビ数匹と各種オトシンがいるだけなので、本当にトリミング以外はメンテいらずです。ここら辺も水槽環境としては安定する要因の一つなんでしょうね。生態はいればいるほどこけますから。そこから確保した水草が一番右奥からロタラオレンジジュース、レッドミリオフィラム、ADA バイオ水草の森のロタラブラッドレッド、その手前の右からロタラワヤナード、ロタラマクランドラグリーン、ロタラナンセアン、ロタラマクランドラフイリを挟んでその隣がルドビジアダークオレンジです。ちなみにこのルドビジアダークオレンジはオリエンタル社から結構前に短期間販売されていた組織培養水草で、いつか動画で紹介しようと思っていたんですが、結局購入品紹介動画はあまり受けが良くないので未だに出してませんでした。先ほどのストック水槽ではダークオレンジという名前の癖して緑緑していたため、この水槽ではどんな風に色づくのか見ものです。ちなみにもともと植栽していた奥側のポゴステモンダッセン、グリーンロタラ、ポゴステモンデカネンシス、セイロンロタラはご覧の通りめちゃくちゃ絶好調です。すでにグリーンロタラは水上用から水中用を展開し、早速匍匐してきています。こいつはスペースがあればここぞとばかりに這い始めるので、早めに周りを他の水草で囲んで上に伸ばさないといけませんね。そんな感じで新たな新鮮な水草を植栽した結果、なんか全体的に華やかになってパッと見うまくいってるように見えていますが、結局最初に植栽していた水草は溶けているのも多数といった状況です。おそらく砂利水槽は低床環境が熟成されるまでソイルのようにスタートダッシュが決められないこともあって、環境変化に弱い組織培養水草からダメになっていったんだと思います。その点、もともと水槽に入っていた水中用や水上用は調子がいいので、こういった水槽を立ち上げるときは極力組織培養水草は避けるか、立ち上げて低床が育ちきってから入れるのがいいかもしれませんね。ちなみに先ほどお見せした通り、水替え直後で苔を取り除いたばかりなのに水草に苔がついていたのも調子が上がらない一つの理由になってる気がします。立ち上げ初期に発生する茶苔なのでそこまで脅威ではありませんが、水草の光合成を阻害するためないならない方がいいです。ただ経過報告でお話しした通り、どんどんと溶けていく水草が増えていくにつれて、その溶けた水草が水質を悪化させて、そこについた苔がここぞとばかりに増殖するという悪循環が生まれています。早い話がさっさと見切りをつけてその水草たちを撤去すればいいだけなんですが、
そういった経過も新たな砂利水槽を立ち上げる上では今後のデータになると思ったので、極力手を加えたくないんですよね。ということで、そんなジレンマを解消するべく、いつもの大和沼エビさんに協力を仰ぎました。大和沼エビに掃除してもらうことで苔の発生を抑えつつ、本当にダメになっている水草たちは勝手に淘汰されていくという算段です。あまりにも多すぎると水草の食害も大きくなると思ったため、小さめのやつらを15匹程度放ちました。果たしてどうなるのでしょうか。というわけで、大和沼エビ投入5日後の立ち上げ15日経過した状態がこちら。さすがにひどいですね。撮影のために全面の苔はスクレーパーで掃除しましたが、茶苔だった苔勢力図が緑苔&青緑に変わっています。近くで見てみるとこんな感じ。先ほどまで順調だった水草は変わらず順調です。やはり調子がいい水草には苔がつきづらいですね。大和沼エビが取ってくれているのもあると思いますが、苔にも負けない強さを感じます。とは言いつつも、近くで見るとまあまあ汚いです。このインディアンクラッスラのように葉が細かいと余計つきやすいですね。気になるその隣のチャイは完全にダメになってます。さすがにここまで来ると厳しいので撤去せざるを得ないです。ヨーロピアンクローバーも結局植栽後から一度も調子が上がることなく、周囲の苔に呼応するかのように完全に死にました。メキシカーナプレミアムレッドも相変わらず苔まみれで、粘ろうかと思いましたが悪影響しかないので撤去します。ロタラ盆栽は前回と変わらずですが、未だに頭頂部だけ青々しているのが一周回って意味わからんくてだるいですね。溶けるなら溶けるではっきりしてもらわないと踏ん切りがつきません。まあ溶かした自分が悪いんですけどね。というわけで溶けた水草をすべて撤去した状態がこちら。だいぶ綺麗になりましたね。それとともに手前が殺風景に様変わり。あんなに綺麗な水草たちをいっぱい植えていたのに悲しいです。まあしょげててもしょうがないので切り替えていきます。ちなみにレペンスルビンは伸びすぎていたので一度引っこ抜いて長さを短くして差し戻ししてます。ある穴の夕焼けも目立ってはいませんでしたが、ぎゅうぎゅう詰めにしていた結果、溶けてるものも多かったので一度撤去し、再度水中用が展開し始めた頭頂部あたりを差し戻ししています。やはりもっとスペースに余裕を持たせていればよかったです。というわけで、だいたい2週間経過したダッチアクアリウム風水草ストック砂利水槽の経過でした。正直個人的にはまだ失敗したとも成功したとも言えない状況で、具体的な砂利の利点はあまり発揮できていません。ただメンテナンス性は抜群で、ちょっと低所をいじっただけで水槽内が濁ることはないので、それはとてもいいです。お高い組織培養水草や希少な水草は残念でしたが、これから切り替えて維持管理できればと思います。そして最後に告知なんですが、明日の3月4日よりペットバルーンの YouTube で非売品のオリジナルトートバッグが当たるレースの予想受付が開始します。結果は3月8日の動画で発表ということで、それまでに結果を予想して景品を当てましょう。ちなみにトートバッグはこんな感じで、色鮮やかなヤドカリが描かれた結構デカめのトートバッグになっています。でかいので使いやすいですし、こういうアクアリウムグッズってなかなかないので、好きな人にはめっちゃ刺さると思います。今後も何かしらの景品が当たるイベントを毎週開催予定とのことなので、気になった方はペットバルーンの YouTube をチェックしてみてください。というわけで今回はここまで。